どうもリュウクです。今回はこのモダンデイファラーの V2 をレビューしていきたいと思います。このバックパックは結構前から海外のバックパック系のインフルエンサーの方とかがレビューしていてすごく気になっていたんですが、日本だとあまり店頭とかで見ることができないバックパックなのでずっと欲しいなというふうに思っていました。ただこういう特徴的なデザインのバックパックって期待値ほどあまり使いやすくないことが結構多いんですが、このバックパックに関しては思ったよりも使いやすいなというか実用性がすごく大事にされているなっていう印象だったので、実際に使ってみてどこがそう思ったのか、またちょっと気になった点はどこだったのか話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず最初にこのデイファラー V2 について簡単におさらいしていきます。モダンデイファラーから出ているデイファラー V2 バックパックは容量が24リットルと程よいサイズ感で仕事、ジム、一泊の旅行など幅広い用途で使えるバックパックになっています。素材には840デニールのバリスティックナイロンを採用し、リップストップポリエステルの裏地であったり YKK アクアガードファスナー、フィドロックのマグネットバックルなど細部にも高品質で信頼性の高い素材を使用しています。16インチのラップトップであったり書類なんかを収納しておけるパッド付きのコンパートメント、靴や汚れた衣類などを収納しておける必要に応じて展開可能なボトムポケット、伸縮性のあるボトルポケットであったり日常使いからアクティブな用途にまで対応できる設計になっています。主な特徴はトップとフロントコンパートメントが大きく展開し、荷物を収納するときや物を取り出す際に高い視認性を担保されている点、サイドアクセスが充実している点だったり、剛性の高い快適なショルダーハーネスや背面パッド、ラゲージパススルーなどモダンなデザインと実用性を兼ね備えたバックパックになっています。それではここからデイファラー V2 の良かった点について話していきたいと思います。まず最初に良かった点は考え抜かれた収納動線です。こんな感じで片方だけハーネスをかけて物を取り出す際にかなりの数のポケットにアクセスすることができます。このフロント部分のポケットはこの横からアクセスできるようになっていて、上からこの3分の1ぐらいのところまで大きなスペースになっているので、サングラスであったり財布やイヤホン、大きめのモバイルバッテリーであっても簡単に収納することができます。そしてこのバックパックのサイドにあたるこのスペースも横からアクセスできるポケットになっており、中は上下2段に分かれたメッシュポケット、そして上部にはこんな感じでキーリーシュがついているので、こういったお好みのキーリールをここにつけても便利ですし、ファスナーが体側にあるのでこういった貴重品を入れるポケットとしてもかなり優秀です。このポケットは上から下までかなり広いスペースになっているので、こんな感じの長い折りたたみ傘であっても簡単に収納することができます。入り口が結構タイトなのでボトルを収納するのはちょっと向かないかもしれないですが、一応容量としては入れることはできます。そしてこのバックパックのこの背面側にもポケットがあります。ここです。この中央の背面パッドの位置にこのような薄まちのポケットがあるので、このぐらいの薄い財布であれば収納してもそこまで背負い心地に影響を与えないですし、このようなパスポートなんかを収納しておくセキュリティポケットとしてもちょうどいいんじゃないかなと思います。そしてサイドアクセスは何もこういった小物ポケットだけに限らず、このようにメインスペースにもアクセスすることができます。これはメインコンパートメントがこのようにクラムシェルのように大きく開く仕様を生かして全て閉じた状態であってもこのファスナーさえつかめてしまえば横から開けることができます。特にデイパックにおいてはこんな感じでさっと物を取り出したいことが結構あるので、この横からのアクセス性が高いというのは普段使いにおいてめちゃめちゃアドバンテージになると考えています。次に良かった点が見た目以上の外ポケットの数です。外のポケットがたくさんあるバックパックは最近結構いろんな製品を見るんですが、このデイファラーにおいては見た目がそこまで複雑になっていないのがすごくいいなって思いました。立体で言うとこういった面の部分にファスナーポケットを配置するのではなく、辺の部分に全てのファスナーを集約しているので、パッと見の見た目というかシルエットがすごく美しい状態に保たれています。さらにこんな感じで上からアクセスするタイプの袋状のバックパックは
あまりアクセス性が良くないことがほとんどなんですが、実際の使用感としてはクラムシェルオープンのバックパックに引けを取らない使いやすさで使うことができます。こんな感じで見た目に反してすごく使いやすいというのは、実際にこの製品を触ってみて最初に驚いたポイントです。次の良かった点は曲線が美しいソリッドなシルエットです。この上だけ見ると結構四角くてゴテゴテしたイメージを持つんですが、このバックパックを立体的に斜めから捉えると結構曲線で切られて美しいシルエットだなっていう風に感じました。特にこの上部は荷物がこのように半分ぐらいしか入っていないと、上がピークデザインのバックパックのように斜面になっているので、かなりスポーティーなシルエットになっていることが分かります。さらにこの下の部分も丸みを帯びたシルエットになっているので、少しきつめにフィッティングした際も体に対してすごくフィット感が高い印象を与えます。そしてこの美しいシルエットに対して武骨なこのフィドロックのバックルがすごく所有欲を満たしてくれるなっていう風に感じました。バックパックは日常的に毎日持ち歩くものなので、使っていて楽しいデザインっていう観点はすごく大事なんじゃないかなって感じます。次の良かった点がここのフロントポケットがすごく使いやすいという点です。ここは特に中の小分けポケットであったり、鍵が付けられるフックみたいなのもなくて、 EC サイトで見た時はそこまで使いやすくないだろうなというふうに感じたんですが、実際使う中で僕はここのポケットにほとんどのものを収納していました。メインスペースに多くの荷物を収納していても、ここのフロントポケットは比較的影響を受けづらくて、マチは薄いながらもかなり容量があります。このポケットはこの位置までしか深さが取られていないので、さっと物を取り出したい時に奥まで手を入れる必要がなくパッと取り出すことができます。そしてこのポケットに対してこちら側のパネルには少し厚めの芯材が入っているので、このポケット自体のマチは薄いんですが、こういった分厚いものを収納しても外側のシルエットに影響を与えづらいのもすごく気に入っているポイントです。そしてこのフロントポケットは内側のメッシュポケットと同じ場所に位置しているので、最初はここに物を収納するとスペースが競合して使いづらくなってしまうんじゃないかなっていう懸念がありました。結論から言うとそんなことは全くなくて、ここのポケットは縫い目がこの両端に来ているのに対し、こちら側のフロントポケットは縫い目がこの位置に来ているので、ファスナーを開けてポケットを開く際に容量の干渉を受けづらい構造になっているなっていうのがすごく使いやすいポイントなんじゃないかなって感じました。このようにここのポケットが使いやすい理由はいくつも考えられるんですが、実際に使っている時は何も考えずに収納して取り出したっていう体験が得られるので、細々としたものを頻繁に出し入れする人にとってはすごくいい体験なんじゃないかなって思います。次に良かった点が意外と物が入るという点です。これはこのトップのフラップ式の構造を採用している恩恵かとは思うんですが、荷物があまり入っていない状態のシルエットも美しいですし、荷物がそこそこ多い場合においても全く問題なく美しいシルエットを保っています。そしてここの部分はここにゴムバンドがあってベルトを止められるようになっているんですが、ここ限界まで伸ばしてしまうとかなり上までスペースが拡張するので、見た目の悪さを気にしなければかなり多くのものを収納することができます。もちろんトラベルバックパックとしては少し物足りない容量ではありますが、普段はデイパックとして使用していて、ちょっとした出張であったり旅行にも対応できる、または外で買い物した荷物なんかを一時的に収納しなければいけないみたいなシチュエーションにおいて高い柔軟性を発揮しているなっていうふうに感じました。あとはこのトップのフラップの部分から物をどんどん入れる収納方法にはなるんですが、横にファスナーがあるおかげで下の方に蓄積した荷物であっても比較的簡単に取り出すことができる。これもすごく使っていていいなって思いました。ここまでがこのデイファラ V2 を使っていていいなって思った点です。ここからは使っていて少し気になるなと思った点について話していきます。まず1つ目の気になった点は、このサイドポケットの入り口が少しタイトであるという点です。このポケットの入り口がタイトである理由は明らかで、この背面には
かなり多くの芯材が使われているからです。ポケットのこちら側、側面にはほとんど芯材が使われていないので、力を入れれば大きく開くことはできますが、ラップトップを収納している状態であったり、メインスペースに多くのものが収納されている状態だと、こちら側がかなり圧力を受けるので、ファスナー自体は長くて一見大きく開きそうに感じるんですが、かなりタイトだなっていうふうに思いました。あとはここにも特にダーツが切られていてマチが取られているわけではないので、実際の容量としても結構パツパツだなっていう印象です。この形のポケットを見るとついついボトルだったりちょっと太めのものを収納したくなるんですが、用途としては鍵だったり薄い財布であったり薄めのサングラスケースのようなコンパクトな持ち物に限るのがすごく使いやすくなるポイントなんじゃないかなって思います。僕はこの使いやすいフロントポケットに多くのものを収納して使っていたので、使う頻度が高いものはここにあまり収納しないで使うことが多かったです。次の気になった点は、ここのヘッドロックの部分を持ってしまうと開いてしまうという点です。この点はこのバックパックにおいて一番気をつけた方がいいと思う部分で、このコンパクトでソリッドにまとまったバックパックを取り回す際にトップハンドルであったり片方だけついたサイドハンドル、この点を持つことによってかなり安定的に取り回すことができますが、あまり意識せずにこのバッグを取り回そうとすると無意識的にこの部分を掴んでしまいます。このフィードロックバックルはプルがついたロック式のバックルではなく完全にスライド式のものになっているので、真横に対して力がかかる角度でここを持ってしまうと簡単に取り外されてしまいます。逆に言うとこちら側を持つことによって外れることはないんですが、こちら側を持ってしまうと少しでも重量がかかるだけで簡単に落ちてしまうことがあるので、この点は少し気をつけた方がいいんじゃないかなって感じました。ここが開いてしまうことが問題というよりは、重い荷物を入れている時にここを持ってしまってここが開くことによって手からこのバッグが落ちてしまって荷物を破損してしまうという恐れがあるので、ここのフラップがかなり頑丈で全然持っても形が崩れないのでついつい持ってしまいたくなるんですが、ここは気をつけて必ずハンドルを持つようにするっていうのが対策としては必要なんじゃないかなって思いました。次の気になった点が自立しないという点です。このバックパックは底がこのように平らになっていて、この部分にも通気口の穴の周りは芯材で覆われているので一見すると立ちそうに感じるんですが、本体の形状的に底が少し斜めに切られているので自立することはありません。これはシルエットとトレードオフな部分だとは思うんですが、このバックパックの形状をパッと見て自立するんじゃないかと思って買ってしまうと後悔するかもしれません。あとバックパックによっては荷物の入れ方であったり重量バランスによって自立することがあるものがたまにあるんですが、この製品についてはおそらくどんな荷物の入れ方をしても立たないと思います。次の気になった点はファスナーを間違えやすいという点です。良かった点でも触れた通り、このバックパックはなるべく辺の部分にファスナーが集約していて見た目上シンプルに保たれている一方で、ファスナーが2つ同じ位置に並んでいたりするので、あんまり意識せずにファスナーを開けると間違って別のポケットを開けてしまうことがたまにありました。といってもその間違える部分はここのフロントとメインスペースのファスナーの部分ぐらいなのでそこまで問題はないかもしれませんが、最初の方はかなり戸惑う点なんじゃないかなって思います。以上が少し気になるなと思った点でした。全体的にはこの SF チックな SF 映画に出てきそうなデザインのバックパックとして僕はかなり気に入っています。この映画とかの小物として出てくるバックパックってかなり見た目はシンプルなものが多いんですが、このバックパックはそういうアート作品から出てきたシルエットにさらに実用性をちゃんと付与した、そんなイメージがあります。未来感のある見た目と使いやすさ、この2つが両立された非常によくまとまったバックパックだなっていうふうに感じました。実際にどんな人におすすめかというと、日によって荷物が変わる人にかなりおすすめできるんじゃないかなって思います。デザインがかなり特徴的なので使い慣れるまでにちょっと時間はかかるんですが、使い慣れてくるとどんどんいろんな用途でこのバックパックが使えるなっていう風に想像が膨らんでくる、そんなイメージです。実際に僕がここ最近使ったバックパックの中でこのデイファラー V2 がすごく多く登場したなっていう印象です。メインスペースが大きく開くことによるパッキングのしやすさ、そして荷物の容量に応じて美しいシルエットを保つ機能性、この2つがこのバックパックを多くのシチュエーションで
使いやすくしてくれる要素なんじゃないかなって思うので、日常的に荷物量が変化する、変化の激しい仕事なんかをしている人にとってはかなり有望な選択肢の一つなんじゃないかなって感じました。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューであったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕の自社ブランドのノーマンズギアの製品開発の進捗情報であったり、僕の使ったバックパックを次の人に譲渡するセカンドオーナー制なんかを特典として用意しています。気になった方はぜひ遊びに来てください。 X、Instagram、TikTok、ポッドキャストも配信しています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。